あんだけ持ち上げられていた国民史が夫婦別姓肯定して拒絶されてるけど、別姓ってそんなやばいの？いや別にどうでもいいがほとんどです。選択的夫婦別姓で本当に困ってる人で変えるべき人っていうのはごく少数なんですよ。選択的夫婦別姓を進めたいと言ってる人で、実質的には実はほとんど可能だよね。で、あなたが主張しているのはめんどくさいとか金がかかるって言ってるからそれをやりたいよねって言ってる人と、男性と女性というものの役割がうんぬんみたいなフェミニズム的な人っていうのがいて、これどうでもいいんですよ。選択的夫婦別姓というのは男がこうだ女どうだという話ではなく、どちらかの性を選んだらこうなりますよねっていう話なんですよ。なのでうちの彼女は植木って言うんですけど、植木という人と西村という人が結婚したら僕が植木になりましたっていうのも選択的夫婦別姓でなく夫婦共生問題なんですよ。でもフェミニズムの人って女が性を変えるからこれを変えるべきだった話になるんですけど、違うんですよ。男性が性を変えるか女性が性を変えるかというのは当人の選択肢の問題で、選択的夫婦別姓の話ではないんですよ。なので当人がどう選ぶかどう変えたいか文化としてどう選ぶかっていうのはあるんですけど、それは法律の問題ではなくあくまで文化とか考え方の問題なので、選択的夫婦別姓によって選択的夫婦別姓になったから女性の権利が増えるみたいな話でもないんですよ。これだからどうでもいい派閥で、僕が知る限り本当に困ってる人たちというのが大学などの研究職で海外で理解されていて論文を複数出している人が結婚をするときにデメリットが発生するっていう問題なんですよ。日本国内で学習やってますって人ってどうでもいいんですよ。名前買ったんですね。そうなんですね。ふーんで別にいいんですよ。例えばじゃあ僕は西村博之という名前でずっと論文を書き続けていて、でそれがアーノルド博之って名前になった瞬間に他の人だと認識されてしまうんですよ、海外からは。他の国の人たちの名前は変わらないもんだから、西村博之の論文で検索して出てきたら西村博之だし、アーノルド博之っていう名前で出てきたらこいつは別のやつだなって思うんですよ。でも本当は西村博之で10本書いててアーノルド博之で3本書いてたとして、これ13本目だからもっと評価されるべきなんだけど、聞いたことのないアーノルド博之が3本目を書いたになっちゃうんですよっていうのがあって、10本論文を書いている有名な西村博之さんをうちの大学の主催する学会に呼ぼうという時に、じゃあ西村博之さんビザどうぞっていうビザが必要な国、例えばブラジルとかロシアとかっていうところに呼ばれる時とかにも西村博之さんっていうビザを出したとしても、僕本名アーノルド博之なんでチケット取れないし入国できないんですよっていう問題が発生するんですけど、これは性が変わるという国でしか起きないことで、他の国って性変わんないからそういう問題があるということ自体がわからないんですよ。なので性が変わるから実は本名違うんですとか言われたら、いやいや何言ってんのわけわかんないみたいになっちゃうんですよ。だって論文そのままで出してるんだから、そのままで送ったら来れるでしょその人って思ってるんですよ。でもそうじゃないっていう、海外で活躍している評価されている学者の人だけが異常に困る。でそれ以外の人はほぼ困らないんですよ。日常で行くと銀行口座の名前変えるのめんどくさいよねとか、めんどくさい問題で本当にできることできないことがあるかって話がないんですよ。困る人っていうのはすごい少数なんですよね。選択的夫婦別姓を反対している人で、俺の周りで困ってるやつは見たことないって言って反対する人いるんですよ。それはあなたがそういう優秀な人の知り合いがいないから困ってる人を見てないというだけなんですよ。本当に優秀な人というのがきちんと学業的な成果を上げるというのは、僕は日本国にとってすごく大事なことだと思ってるので、なのですごく優秀な人が困らないようにした方がいいよね。だから僕選択的夫婦別姓になろうがなかろうが僕全く関係ないです。どうでもいいんです。僕西村だし、うちの彼女も離婚しない限りは全く関係ないんですよ。僕ら夫婦もどうでもいいし、日本人の多くはどうでもいいんです。ただめちゃくちゃ優秀な海外から評価されてる学者が活躍して、その人が結婚する時に困るのは良くないよね、だから変えた方がいいよねっていう、ごく少数な優秀な学者さんのために言ってるんです。僕俺困んねえとか俺の周りで困ったやつ見たことねえってそういう話じゃないです。はい。選択的夫婦別姓制度っていうのがあって、夫婦で同姓にしたい人は同姓にすればいいし、別姓にしたい人は別姓にすればいいし、勝手に決めればいいんじゃないのっていうのがヨーロッパとかアメリカの多くの国の考え方なんですよ。でも日本の場合は夫婦別姓っていう圧力があって断れなくて別姓にしちゃってる人がいたらかわいそうじゃん。なので本当は同姓にしたいけど夫婦別姓になったから別姓しますってなったらその人がかわいそうだから、だから夫婦別姓制度というのを作らないで夫婦同姓制度のままでいこうよみたいな、いやいや大人なんだから自分で決められるんじゃねっ
っていうのが、割と僕はそのヨーロッパに住んだりとかなので、大人が決めたことはそれは大人本人の意思だよねっていうのですけど、日本の場合はその大人は自分のことすら決められない。性的な被害に遭ったかどうかみたいな話でも、この人は弱い立場の人だから本当のことは自分で言えないのだから、なので周りが忖度してそれを拾い上げなければならないみたいなのを割と日本の人って言いがちなんですよね。草津で性的被害に遭ったって嘘ついた人がいたとしても、でもあれ言ってることと事実関係合わないからおかしくねってなるんじゃなくて、この人は弱い立場の人だからそこの日付とか時間とか状況という記憶を間違ってしまったので、この人を責めるのは良くない。弱い立場の人なのだから、周りの人が忖度して守るべきである。おもんばかるべきである。っていうふうに割と日本の人は思いがちなんですよ。でも別に大人なんだから、立場は男性でも女性でも一緒だし、別に自分で間違ったことで全然それ間違ってるんだから違うんじゃねみたいなのが、割とそのアメリカだったりヨーロッパの大人の考えなんですけど、日本は大人に対しても過保護なんですよね。崖に柵があるかどうかっていうので、フランスでもドイツでもアメリカでもアフリカでも崖に柵ないんですよ。落ちたら死ぬぞって書いてある看板があって、でも日本って落ちたら死ぬぞっていう看板と柵の両方があるんですよ。で、柵が壊れてると、なぜか地方自治体に文句言われるんですよ。柵がないせいで落ちて死んだ人がいる。これは柵を作らない地方自治体が悪いんだみたいな。でね、岡山県かなんかにね、水路を普通に柵作らないっていう文化があったっぽいんですよ。畑とかの水路に柵作らないで、転んだり足滑らせたらボチャーンって水路に落ちるってのがあって、あれでね、年間に何人か死ぬんですけど、でもそんなもんでしょっていうのなんだけど、でもなんか最近ね、水路にも柵を作るべきだみたいになってて、安全第一みたいな。いやいや、大人なんだから、ここに水路があるのを覚えてたら酔っ払ってる時も近寄らないようにしろよ。で酔っ払っとしたら自業自得でしょみたいな。なぜかね、大人でも守らなければいけない。だから、電車必ず柵あるよね、日本。フランスとかだと、都市によっては、道路の真ん中に都電的なのがあってて、歩道とかと普通に重なってて、普通に人も歩くし、電車も通るし、車も通るしっていうのがいっぱいあるんですけど、日本って電車は電車ですって言って柵を横に必ず作りますよね。王子とか広島とか札幌とか高岡とかに一応都電があるんですけど、ああいう感じでもっと都電って便利に社会の中に普及すればいいのに、やたら柵を作って区切ろうとするんですよね。なんか日本の場合ってすぐ壁作るよね、ガードレールとか。しない社会にする。そういう意味ですごい過保護なんですよね。田舎の電車とかも危険だから壁を作るべきであるとか、踏切をお金をかけて直すべきであるみたいなのがあって、もちろん耳が聞こえない人がそこに来たら聞こえないかもしれないけど、耳が聞こえない人だったら耳聞こえないなりに頑張ればいいんじゃねみたいな話で、耳聞こえるんだったら電車来てるかどうかわかるでしょ。目見えるんだったら左右見ようよっていう感じで自分の身を自分で守るっていうのが、割となんかで日本は後回しにしがちなのが、僕から見るとどうなのって思うんですけど、死ぬやつあるっていうので、ああ、やっぱちゃんと見ないと死ぬよねっていうので、自業自得っていう考え方ですね。選択的夫婦別姓賛成派なんですけど、これがなんでかっていうと、選択的夫婦別姓で困ってる人って、性を変えたくなくて研究していて、海外で業績のある人っていう条件に引っかかると、旧姓だと困るんですよ。で、それ以外って多分我慢するとかめんどくさいのレベルの話で、銀行口座変えるのめんどくさいよねとか、通称書いてるけど本名書けてる時に銀行口座のが違うからめんどくさいよねって話で、実はめんどくさい問題で結構解決するんですけど、海外に旧姓でやってる人って名前変わってしまうと同一人物だと見なされたくなるんですよね。で、今のアメリカご存知ですか？業績があったとしてそれなりに成果があったとしても追い出されるっていう学者がいるんですよ。研究中でもなんかよくわかんないから追い出されるとかで、名前と業績でリンクしないから追い出されるとかっていうので、結果としてそのずっと研究をしてきたにもかかわらず、旧姓と新しい名前の紐付けというのが他の国はやらないんですよ。必要ないから。夫婦の名前を結婚した後に名前が変わるという常識が他の国はないんですよ。あ、結婚したんだ、奥さん変わるんだよね。これ日本の常識なんですよ。
北朝鮮とか中国とか日本とか、強制的に名前が変わる国の方が少ないので、名前が変わるって言われてもどういうことっていうので、意味がわかんないんですよ。だって名前変わるわけないじゃん。名字だよ。名字変わるわけないじゃん。だってあなた、西村博之で生きてるんだから、西村博之のままでしょ。アーノルドになるわけないじゃん。みたいなのが、他の国の常識なんですよ。っていうところがあるので、国際的な研究をしてる人だけが、僕が知る限り、不利な状況になるんですよ。国際的な研究をする人が、じゃあ研究やめるわってなったら、それは人類社会にとって損失なんですよ。っていうのがあるので、国際的なレベルの研究をしている人が、のびのびと研究をしてもらえるというのが必要だと思ってて、なので、本当にごく少数のめちゃくちゃ優秀な人だけなんですよ。本当に困る人は。なので、俺の友達で困ってないやつがいない。そりゃそうだよ。あんたの友達に国際的な業績に評価を受けてるやつがいないからだよって話で、俺の友達に困ってるやつはいないとか、私は困ってないとかっていう話ではないんですよ。アーノルド博之になるぐらい国際的評価のある人だけが困るので、でもそれは日本社会人類にとって必要だよねって話です。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。